皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日も朝からとてもいいお天気です。ビニールハウス内の気温は25度ありました。そして去年の夏にお迎えしたこのダドレア・ブリトニーですが、夏の暑さでダメになってしまうかと思いきや、少しずつですが株が大きく育ってきています。そういえばダドレア・グリーニーも去年の夏前に早くも株を弱らせてしまっていたんですよね。今年はホワイトグリーニーやブリトニーも株を弱らせないように涼しい場所で夏越しさせようと思っています。少し前に株分けしたドドランタリスもこれから小株をたくさんつけてくれると嬉しいですよね。ビニールハウスの奥で葉が青々としているのは黒胞子です。日に当てていないので葉がすっかり緑色になってしまっています。そして多肉棚の一番上を見てみると花芽があちらこちらで伸びていますが、その奥にちょっと気になる多肉が。これなんかちょっと変じゃありませんか？螺旋状に小株がたくさんこぶいています。しかも反対側もです。2本の螺旋状に小株がたくさんついていました。こんな株は早めの処置が必要ですね。今日はこの株を解体していきます。作業の前に青江のその後をちょっと見ていこうと思います。まずはじめに成長点をカットしたカルデレンセブラックハイブリッドです。3箇所から新しい新芽が出てきていました。そして胴切りしたハロウィンです。茎のあちらこちらからたくさんの芽が出ています。そして胴切りしたロゼット部分はまだ根付いてないような感じですかね。この黒胞子も胴切りした箇所からたくさんの新しい芽が出てきています。そして土に挿した方はもう根付いているようですね。半分枯れていた小人の祭りはやはり元気のないまま枯れたままです。植え替えしてもダメそうなので、これはカットした方が良さそうですね。それでも反対側はとても元気なので、カットするのはちょっと残念なんですけどね。今からこのカバディの解体をしていきます。まずは胴切りをしたいので、どこか適当な場所で葉を1枚もいで、ハサミを入れカットできるスペースを作っていきたいと思います。小株がたくさん出ているため、どの葉をもいでいいのかちょっと迷いますが、もいだ葉は葉差しに使いたいので、ここは慎重に葉をもいでいきます。1枚葉をもぐことで茎が見えましたね。この茎にハサミを入れてカットします。ハサミで一度にカットしてもいいんですが、他の葉や新芽を傷つけてしまいそうだったので、半分ハサミを入れて、あとは手で裂くように取りました。綺麗にカットできましたが、一つ小株がついてきてしまいましたね。このまま親株を育てていってもいいんですが、小株が成長してくると今ついているこの葉は枯れてしまうので、ここは葉をもいで、もいだ葉を葉差しに使いたいと思います。ここで注意点が一つあります。葉をもぐときに小株が取れてしまうと、小株はまだ小さいため、根付く前にダメになってしまう場合があるため、小株が外れないように
注意しながら葉をもいでいきます。このカバディ、螺旋状に小株が出ているんですが、実はこれ一つの螺旋かと思っていると2本の螺旋で新芽がたくさんついていました。しかも枯れ葉を外すと根元からも小株がたくさん出ているのがわかります。そして先ほど胴切りしたばかりなので、ここからは葉ももぎやすいかなと思っていたんですが、これがなかなか取れやすい葉と取れにくい葉があり、上の葉から順番に葉をもいでいこうと思ったんですが、ここは無理をせずもぎりやすい葉から順にもいでいくことにしました。ちなみに紅葉している葉をもいで葉差ししても成長が遅いと言われているため、このカバディはあまり紅葉していないのが幸いでしたね。ビニールハウス内の多肉棚の一番上の一番暖かい特等席にいたこのカバディ、そのおかげもあってこんなにこぶいてしまったのかもしれません。この小株の成長もとても楽しみです。皆さんの育てている多肉植物の中にもこのカバディのように螺旋状に小株がたくさんついたなんていう品種がありましたら、今後の参考にできればなと思っているため教えていただけると幸いです。葉差し用に使う葉もだいぶ取りました。調子に乗って取っているとこんな風に小株が一つ外れてしまいました。これはこれで葉がついているので葉のついたまま植えようと思います。これ以上葉をもぐとまた小株を取ってしまいそうなので、今日は葉をもぐのをここまでにしておきます。また小株が成長してきて葉が邪魔そうになってきたら新たに葉をもいで調整していこうと思います。胴切りした親株はそのままですが、このカットしたロゼット部分と葉をもいだ時に小株が取れてしまったものをこのポットに植え付けていきます。この小株は葉がついているので結局葉差しと一緒になってしまいましたね。この葉から水分をもらえると思うのでこのまま土に挿しておきます。最後にもいだ葉をこの芝の芽用の土に挿して今日の作業は終わりです。小さいポットをいくつも用意してもよかったんですが、管理するのがめんどくさいので今回はこの大きめのポットに葉差しを挿していくことにしました。今年の冬はとても寒くて多肉もいくつかダメにしてしまいましたが、これから春にかけて成長してくれるのは嬉しいんですが、夏の暑さが今からとても心配です。暑い夏を乗り切ってもらうために少しでも早いうちに植え替えをして春のうちにしっかり根を張ってもらい、暑い夏を無事に過ごしてほしいですね。このカバディの葉を1枚ずつよく見てみるとしっかりと成長点もついていて葉差し率も良さそうな感じですね。親株も小吹きが良かったのでこれはちょっと期待しています。この葉はすでに根っこが出ている感じです。それとも小株についていた根がこちらについていたのかもしれませんね。最後のカバディの葉を1枚土に挿して葉差しもこれで完了です。このカバディの今後の成長ですが動画内でご紹介させていただく予定です。はい、ということで今日はこのカバディを胴切りして葉差しをもいで増やす作業をしていきました。いかがだったでしょうか。これ葉差しでたくさん増えてくれるといいんですけどね。
そして螺旋状にたくさんこぶいたこの親株の方も今後の成長を楽しみにしていてくださいね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。